はい、じゃあ今日はですね、私が自分の会社、起業してからですね、はい。会社を経営していく中で、はい。過去の、日本の高度成長時代をね、支えてきた著名人の方が、著名な経営者の方がね、いろんな言葉を言ってきてるんですけど、そはい。れが自分が経営する中でも役に立ってきたっていうのがあるんですよね。そうはい。いう経験と言葉と経験を伝えていきたいなと思っていて、はい。松下幸之助っていう人がいるんですけど、我々の世代ですとね、松下幸之助って経営の神様っていう風お、に、事業をやってる人は大はい。体事業やってるっていうか、もう会社員でも知ってるしおお。っていう存在だったんですけど、村上さんにの話だと知らないっていうはい。し、すいません。で、前の小川さんもね、知らないって言うあ、んそうだった。ですよね。はい。で、他の若い人たちに私聞いてみても知らないっていう人が結構多くて、事業をやってる人たちでも若い世代の人たちでも、はい。聞いたことありますとか、そういうレベルなんですよね。なので、私としてはすごい衝撃的で、知らうん。ないのみたいな感じだったんですけど、これを機会にね、松下幸之助っていう人がどういう人はい。で、どういうことをやってきて、はい。どういう言葉をね、いろんな言葉を残してるんですけど、パナソニックの創業者なんですよね。あ、はい。はい。パナソニック昔、松下電工って呼んでいて、松下っていうところで彼が会社を起こしたんですけど、そのパナソニックのホームページとか見ると、松下幸之助の言葉っていうのが出ているんですよ。おお。はい。なので、時間があれば読んでみていただはい。ければなんですよね。はい。で、私がコンサル会社を始めて、コンサル会社っていつもよく話してると思うんですけど、自分自身をね、リソースとしてやっはい。ていかなきゃいけないんで、なんか製造業みたいに機械が作ってくれる。別にその製造業が楽って言ってるわけじゃなくて、どあ、の業種も厳しいとは思うんですけど、はい。コンサル会社はコンサル会社なりの厳しさがあるんですよね。さらにもっと厳しい一つの理由として、我々の仕事ってこれをやりましょうよねっていう時に仕様を決めて、それに向かって仕事していくんですけど、それがすごい曖昧なんですよね。うーん。例えば製造業でいくと、一辺が10センチの四角形を作って持ってこいって言えば、それはい。を作れば、とりあえずはその仕様って満たされるじゃなうん、いですか。はい。で、我々の場合は、それが結構曖昧なので、やろうはと思えばいくらでもやれるし、手を抜こうと思えば、本当に逆に言えばね、いくらでも手を抜けるんい。うーん。ですよ。はい。なので、そこは自分自身との本当に戦いで、どれだけやって、結局納期があるんで、どこかでやめなきゃいけないんですけど、やめなきゃいけないというか、その一回区切りをつけなきゃいけないんうん、ですけど、はい。その区切りをつける日までにどれだけやっていくかっていうのは自分との戦いなんですよね。うん、そうですね。で、起業した、それが1回失敗してしまうと、本当にはい。お客さんを失ってしまう原因になるので、おお、はい。起業しなくてもそういうことはあるんですけど、あんまりその毎日期間に縛られることってないと思うんですよ。だからはい。村上さんも失敗して明うん。日で全てが終わりになるとか思わないじゃないですあ、か。そうですね。で、我々の場合は特に私の起業した頃なんて何のしがらみっていうかそのはい。関係もないし、すぐに切られるような状況だったので、失敗っはい。ていうのができなかったというか、すると終わりだっていううん、潜在意識がすごくはい。あったんですよ。はい。松下幸之助さんの本、私結構ね、子供の頃からそういう著名な経営陣の本っていっぱい読んでたんへですけえ。ど、いくつかの言葉っていうのがあって、それはい。が自分自身を助けてくれたっていうような経験があるはい。んで、それでですね、私がインドとかに行くときに、はい。なんか困ったことがあれば相談する人がいて、で、そのはい。人はですね、インド政府とかにも結構つながりがあってですあ、ね、はい。で、なんかあれば、その人にお願いして、政府の人たちに引き渡してもらったりとかですね、結構あ、よくしてるんですよね。はい。で、この人がですね、娘さんがヨーロッパで勉強をされていて、で、私あ、もちょうどヨーロッパにいた時に連あ、絡があって、で、娘さんが就職が決まったんで、オーストリアだったと思うんあですけど、あ、はい。で私に今どこにいるって言われて、オーストリアではなくて別の国にはいたんですよね。あ、はい。なので、いや、今ヨーロッパいるよっていう話で、今から彼がオーストリアにいるんで、飯はい。でも食おうよって言われて、でね、はい。そこから車でどれぐらいだったかな、10時間ぐらいのところにいおお、たんで、はい。で、レンタカー借りて、はい。オーストリアまで行って食ええ、事をじゃあしようって、娘さんもあ、来るからっていうあことで、あ、はい。はい。
で、日本のことをよく知ってる人で、松下幸之助とか、だから多分ね、私より詳しいんですよ。で、娘さんとお話ししながら、当然彼女も、いいところにね、就職が決まって、これからいろんなその夢がいっぱいあるわけじゃないですか。では私の話はですね、その人のね、家族はインドに行った時にみんなでご飯食べに行ったことがあるんですけど、その時息子は会ってるんですけど、娘さんはその時はヨーロッパにいたんで会ってないんですよね。ただ話は聞いてたらしくて、いろんな私に話を聞いてくるんですけど、当然彼女もいっぱい希望に溢れていて、で、私の言えることは言ってたんですよね。で、その時にした話の一つとして、起業をしていくっていうことは辛いことで、失敗するっていうのは本当にそれで自分の事業が終わってしまうっていう可能性もあるので、非常に厳しいんだと。ただ私、起業家ってそういう恐怖を乗り越えて強くなると思っていて、それはすごく大事なことなんだよねっていう話をしていて、それがなければやっぱり起業家っていう強さって出てこない、育ってこないと思うんですけど、ただね、やっぱり私自身も潜在的に失敗できないっていうのがかなり自分の中でプレッシャーになってたと思うんですよね。で、松下幸之助って当然彼もそのインドの人もよく知ってるし、娘さんも聞いたことがあるよみたいな感じで、松下幸之助がですね、3回に1回ぐらいは失敗した方がいいっていうような意味のことを言ってるんですよね。で、3回とも成功しちゃうと、なんか成功が鼻について、次なんかこう仕事が落ちてくるとか、そういうことが起きるんで、失敗がするのはいいんだっていう話をしてるんですけど、私ですね、これをその人たちと話してる時に、ふと出た言葉で、過去は3回やって1回も失敗許さないって思って緊張してたけど、今は松下幸之助さんが3回に1遍ぐらいは失敗してもいいんだっていうから、それで自分はもう気が楽になったんだっていう話をしたんですよね。そしたらそれって冗談半分でみんなが面白いっていう話で笑ってたんですけど、それって私ふと出た言葉なんですけど、実は自分に言い聞かせてたっていうようなところがあって、で少し余裕も出てきたぐらいの時だったんで、3回に1回起業家にとってね、1回の失敗っていうことをできないっていうことで緊張しすぎて、そうすると逆に仕事にも悪影響が出るんで、1回ぐらいね失敗してもいいんだっていうことを松下幸之助っていう人が言ってるっていうところで、自分自身がねリラックスできたっていう経験なんですよ。なので今後起業していく人たちもですね、当然起業する前って相当恐怖が実感としてね感じられて、本当に怖い思いをするし、起業してからすぐに順調にいくっていうこともねなかなかないと思うし、本当に自分の人生が終わってしまうんじゃないかぐらいな感じの恐怖を感じることもあると思うんですよね。でそれがすごく人というか起業家を育てるっていうのはさっきも言ったと思うんですけど、ただそれをねあまりにプレッシャーに感じた時に、3回に1回の失敗っていうのは許されるんだっていうような解釈もね役に立つんじゃないかなというところです。で私は今としてはね、3回に1回ぐらいは失敗して気を引き締めなさいよっていうような意味にとっていて、でそれって解釈っていうのもその時その時によって変わってくると思うんですよね。でパナソニックの人たちに聞いてみても、松下幸之助自体もいろんなところでいろんなことを同じ言葉を言ってもいろんな意味に使ってたっていうようなことは聞いているんですよね。なので自分の人生がいろいろ進んでいく中で、一つの言葉っていうのがいろんな解釈をすることが可能になって、その時その時でねいい解釈をして自分の人生に役立てていけばいいんじゃないのかなというお話です。はい。